これは沖永良部島に住む素潜り漁師が1ヶ月魚を売った金額だけで生活する物語。もちろん無一文野宿からのスタート。普段は見れない漁師のきつさ楽しさ全てお見せします。そして1ヶ月間でマサルはどこまで豊かになれるのか。1ヶ月漁師生活。おはようございます。うわ、海はめっちゃ荒れてんな。今日海潜れないんじゃないか。バチクソ荒れてるじゃん。いやー、ちょっとこの生活も9日目になりましたけども、なんだろうな、もうなんか何かに例えたいんだよ。なんかハーフマラソンの大会に出て、うわ今日よう頑張ったなー思って家帰ったら、明日もハーフマラソンの大会でもまたよく頑張ったなーと思って家帰ったら、またハーフマラソンの大会でみたいな、なんか毎日ハーフマラソンの大会が続いてるみたいな、そんな辛さですね。まあでもそんだけ辛くてもいい。痩せてるなら10キロ痩せることが目標でこんだけ追い込んでますからね。その条件がなかったら別に俺全然苦労しないもん。10キロ痩せてるか、とりあえず計量してみましょう。はい、それでは運命のね体重計測です。ずっと停滞期が続いてますが、ケトに切り替えてどうでしょう。マジで痩せててくれ。お 72.2。 昨日よりも 800g 痩せてる。ケトジェニックすごいな。ちょっとこのケトを1週間っていうか停滞期が来るまでね続けてみましょう。なんかローファットの時はすごいお腹空いたっていう感覚がすごくて、もうなんかもうーって感じだったんですけど、ケトはねなんかお腹空いたって感じで全くない。ただねなんか頭痛がすごい、あと倦怠感もすごい。で今日はですねサメの仕掛けを見に行って、その後素潜りに行こうかなと思います。それでは行きましょうか。到着しました。マジでサメの神様頼むということでポイントに到着しました。サメがかかってるかどうか確認するんですけども、我々にはですね最強の武器があります。紹介します。こちら、私も YouTuber ですからドローンを持っております。つまりあそこまで行かなくてもドローンで確認できます。はい、それでは見ていきましょう。仕掛けがどこかわかんないですね。いや、どこおるんやろこれ。全然わからん。もう見つからんし、巨大魚探そう。ウミガメがいる。ウミガメが泳いでますね。わ、潜ってっちゃった。巨大魚いないか探そう。あ、またウミガメいた。いっぱいおるやん、ウミガメ。お、見えてきたぞ。待って、餌なくなってる。でも波で外れるとかありえないから、サメが食ったってことだよ。うわ、かかりが甘かったんやな。うわ、これ可能性あるぞ、この量。もう2つ見てみましょうか。そのままですね。これはもう1日置いときましょう。3つ目お願いします。マジでお願い。うわっ、こっちも餌なくなってるわ。マジか。これいるぞ。ラストのポイント見に行きましょうか。はい、ということで最後のポイント。ここでサメがかかってれば今日潜りに行かなくて済む。マジでお願いします。サボテンが普通に生えてるんよ。サボテンも食えるんやろうな。なんか美味しそうやもんな。歩くぐらいは普通にできるわ。体力回復してる。マジでこの辺な気がする。よし、最後のポイントや。見てください。魚が暴れた痕跡があります。なんでかからんのや。餌は食ってますね。何か理由があるはず。ダメでした。一攫千金ならずでしたね。はい、ということで潜りに行きましょうか。今回のルールのおさらい。普通の魚が 1kg500 円、ブダイが800円、南洋ブダイが1200円、高級魚ハタが2000円、そして最高級魚スジアラ、コクハンアラ、フエダイが3000円となっております。さて、サメが取れなかったので仕方なく海に来ました。台風3号が接近してて、いつ海が荒れ出してもおかしくない日なんですよ。本当は潜りに行ったらダメな日なんです。しかしマサルはお金がないのでそんなことも言ってられない。さて、何か見つけたようです。潜航開始。水深は12メーターほどでしょうか。1キロ1200円、南洋ブダイがいます。
これは取りたいところ。ヒット。やりました。これで2500円ぐらいになりそうです。しかしここで悲劇が。まさかの南洋部隊に逃げられてしまいました。鱗だけが森に残っております。さて諦めずに先行開始。さっきとほぼ同じポイントですね。南洋部隊は群れで生活してるんで結構近くにいたりするんですよね。さてようやく海底に到着。南洋部隊が近づいてくるのを待ちます。マサル視点を見てみましょう。海底は結構暗いですね。警戒心の緩い南洋部隊は近づいてきますが、どうでしょう。近づいてきました。狙いを定めてヒット。しかし打ちどころが悪く暴れて逃げられてしまいました。これは悔しすぎる。そして今度はおじさんを狙っていきます。おじさんが近づいてきました。しかし動きが速い。ともう一度ここでチャンスが。狙いを定めてヒット。するもおじさんの頭蓋骨に刺さることはありませんでした。マジか、3連続はきついぞ。そしてここでようやく取りやすい魚を発見。潜行開始。まずは海底まで潜っていき、海底でとりあえず体を固定します。ここも意外と深いですね。さてマサル視点を見ていきましょう。アジアコショウダイがいます。こいつは取りたいところが、こいつは警戒心が高いぞ。逃げられてしまいました。いや、マサルから逃れられると思うな。全力で追っかけます。ヒット。ようやく本日1匹目の魚が取れました。こちらの魚はアジアコショウダイ。非常に味の良い魚ではありますが、皮目に寄生虫が入っていることが多いため安価で取引されることが多いです。そして3時間ほど潜りましたが、ついに日が暮れてきました。このギリ夜になるかならないかの時間が一番魚見ないですね。どこにおるんやろうな、魚。最後に南洋部隊を突くも、これも当たらず。さすがに暗くなってきました。ついには夜になりました。とここでまさかの事態が。カメラマンのマサコがついにダウンしてしまったのです。それでもマサルは一人で海に行くことに。GoPro だけの映像で非常に見づらいですが許してください。こっからはいつものライトがない本当の海の姿をお楽しみください。ライトをつけている左手で鼻を塞いで耳抜きするので、潜る瞬間視界は真っ暗になるのです。海底に到着したら魚を探していきます。こんな感じで魚がいそうな穴をしらみつぶしに探していきます。さて何かいるのでしょうか。とりあえず息に限界が来るまで探していきます。魚はたくさんいるんですけど、どれも値がつかない魚です。おっと、焦らず銃を構えてヒット。こいつは長ブダイのオス。結構大きそうですね。しかし水深は10メーター超え。意外と水面までが遠いです。ちなみに動画では映せないんですけど、夜の海に浮かんで見える夜空が一番綺麗なんですよ。ようやく浮上しました。さてお次は長ブダイのメスをヒット。にしてもね、今日は魚が全然いないです。ここで緊急事態が。海に入る前、台風3号の進路を確認していたのですが、素潜りを始めてすでに4時間が経過。その間台風は進路を変え、よりエラブに近づいてきていたのです。このぐらいから海が荒れ始めました。しかしマサルは海の中、そんなこと知る由もありません。そして不幸なことにマサルは入ってはいけない場所に行ってしまったのです。台風の日でもこういう場所で泳げばそこまで危なくないんですけど、マサルが入ってしまったのは岩と岩の割れ目。
この日は台風の影響でとんでもない流れが発生していました。しかし、そんな場所で魚を発見してしまったのです。流れに逆らうために常に足ひれを全力で漕いでいるので、息が上がってしまい呼吸が整いません。魚を見つけているのになかなか潜り出すことができない。いや、仮にこの魚をついたとして、この激流の中回収できるのか。このまま流されてしまえば3キロ先まで上がる場所はありません。そしてそこが荒れてないということも保証できません。しかしマサルは取ることにしました。目の前に魚がいるのにあまりにも流れが速く近づくことができません。ヒット。しかし魚が大暴れし、波が打ちつける場所に行ってしまいました。夜なので分かりづらいですが、ちょうどこんな感じ。この中に入るとどうなるのか。正解は泡で視界がなくなります。激流の中、視界はゼロ。もちろん岩に打ちつけられれば命の保証はありません。さすがにまずいと思い、命ともいえる水中銃と魚を捨てることにしました。というのも水中銃と魚を引っ張って泳ぐということは、30キロ程度の人間を引っ張りながら泳ぐのと同じです。この激流ではさすがに無理だと判断しました。なんとか激流ポイントを抜けることができました。いやー、にしても足がつらなくてよかったですね。その後30分ぐらい待って流れが弱くなってきたところで水中銃と魚を回収しました。そこから1時間半ぐらい潜ってたんですけど、さすがに危険すぎるということでマネージャーが迎えに来てくれました。やばそうですか？ということで拠点に強制送還されました。はい、戻ってきました。気づいた人いるかな？カメラが変わってるんですよ。50万円するカメラがぶっ壊れ、ついには雅子が疲労でダウンしてしまい、ついに私一人となってしまいました。はい、私も倒れそうでございます。とりあえず朝から何も食べてないんで、これ買っておいたアーモンドを食べましょう。体重が落ちなくてケトに変えたんですけど、お腹空いた感はねマジでなくなった。あー、うまっ、うめえ。ケトに変えてから本当に頭が働かなくなってきてる。まあでもそんなところがいいんじゃないでしょうか。ガチですからね。今回毎日体の写真撮ってますから、体の写真を見てもらえば多分もうそこで証明されてると思う。うわ、一人で魚搬入するのきつい。初めての感覚なんですけど、疲れすぎてこのアーモンド噛むのがしんどい。食べましょう。やばいな。もうだいぶね、もう今日まで、ずっとしんどい言うて文句ばっかり垂れてきたんですけども、なるほどこれが人の限界に近くなってきたんかなっていう感覚ですね。もうどんだけ精神で心でうわーって体を動かそうと思っても、もう心に体がついていかないな。うわ、もうこのまま寝たい。立ち上がるのすらしんどいな。ちょっと体が回復するまで昔話でもしときましょうか。多分ね、今日ね尺がそんなに足りてないと思うんですよ。まだそこの尺とか気にする脳が残ってる。まだ頭回ってるわ。これはですね、僕が19歳の頃の話なんですけども、僕小2から魚釣きしてるんでね、ずっとやってるんですけども、大学の夏休みやからって言って1週間ぐらいブワーって魚釣き、今の生活みたいなことをねしたんですけども、19歳の当時でですよ、1週間やって帰ったあと10日ぐらい体調悪かったもん、疲労で。もう25歳とアラサーになりまして、体力も衰えてきたところで、19の頃ですらきつかったことのそれをさらに上回ってきてるというね、なかなかですよ。とりあえず魚の計量をするまでは終われないから計量しましょう。うわ、これね、計量するだけだったら全然楽なんよ。見してあげよう YouTuber の世界を。はい、今から計量するんでカメラをここに設置しましょうか。はい、設置しただけではダメです。三脚もこうやって長さ調整します。はい、そして、はい、この光の方向もしっかりと変えましてね、最後の角度ね調整して、ここから魚搬入です。っていうかこの画角一回一回切り替わるたびにこの作業が行われています。興味ないか、早く運ぼう。頑張ってるアピールしたかっただけ。はい、ということでね、こちらが今日取れた魚たちです。今日は少ないね。渋い。もはや恒例の魚となっておりますが、このお魚、長ブダイ。こいつも長ブダイのメス。赤いのがメス。そしてこちら、アジアコショウダイと
これ選ぶ海ヘビですね。道中泳いでたんで取りました。ちなみにこの選ぶ海ヘビ、多分ねみんなねさばいてほしいと、食べるシーンを見たいと皆さん思ってると思いますが、こちらはですね検査に回します。っていうのも海ヘビをねもうみんなに食べれるようにしようかなと思って売ろうと思ってるんですけど、まあやっぱりね新しい試みすぎてめちゃめちゃ検査が必要ですということで、いろんな検査機関にね送るようですね。はい、皆さんが買えるようになるのは半年先とかかな。まあそんなことはどうでもいいですよ。借金を返せるかどうか、そこが重要。何のために頑張ってんのって話を。ということで計量していきましょう。今日から分かりやすいように電子ばかりを使っていきます。さてまずは500円魚アジアコショウダイからいきましょう。よいしょ。でかい 2.1 キロ。はい、次長ブダイメス。でかい 3.2 キロ。はい、次もう1匹長ブダイ 2.2 キロ。はい、そしたらもう1匹、次はオスですね。何キロや ?3.5 キロ。じゃあラスト選ぶ海ヘビ。でかっ 865g。 意外とあるね。はい、というわけで本日6月9日の漁獲計算結果が出ました。8570円です。ちょっとしょぼいね。いつもの半額ぐらいですね。とはいえですね、明日10日の返済日にですね、間に合いましたね。39,000円。いやー、なんとか間に合わせた。ちなみに、台風がまた来てまして、めちゃくちゃ海が荒れてます。明日以降はしばらく潜れなくなるというか、いいポイントは行けなくなるんじゃないかな。この企画中、2度目の台風ですね。はい。6月はですね、台風が少ないから、この1ヶ月企画やろうと思って、1ヶ月ね、スケジュールを空けてたんですけども、なんと2度来ましたね。はい、ということでね、やばいことになりそうですね。ちなみに今日の敗因はですね、水中銃の整備不足ですね。体のコンディションも海もね昼間はわりかし良かったんだけど、水中銃がなんせ良くなかったね。もうね多分ねみんな一生使わない知識だと思うんですけど、この水中銃のこれもう画角に入りきらないんですけど、これを飛ばしてるんですよ。この長い槍を。これ170センチあるんですけど、これをねパーンって飛ばして魚に当てて魚を取ってるわけですよ。でこれが、どういう仕組みで取れてるかっていうと、ここ魚に刺さった後に魚が暴れるとこうやって開くわけで、魚が逃げれなくなって捕まえれますよという仕組みなんですけども、もうここがね全然開かなくて、ついたらもうスポーンって抜けていくっていうね、魚には申し訳ないことをした。まあそもそも命を狙いに行ってるんで申し訳ないことしてるんですけど、YouTuber なんやからニコニコしとかないとね。はい、ということで拠点に戻ります。ここで寝たいな。はい、というわけで本日も長い一日が終わりましたよ。てかなんでルールで野宿にしたんやろ。なんかいけると思ったな。マジできつい。全部がきつい。本来ね野生で生きてたら屋根があるとか壁があるとか床があるとかありえないからね。本来生きるとは、魚を食べるとはこういうことなんですよね。自分を納得させようとしてます。この環境が嫌すぎて。もう髪もサメで一攫千金狙うしかないな。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。